こちらでは、スポーツリポーター、彩香の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、潮風のスタートライン。愛知県の渥美半島、伊良湖の海辺に、潮の香りと緊張感が満ちていた。トライアスロン伊良湖大会。プロからアマチュアまで幅広く参加するこの大会は、田原市の名物イベントの一つ。スポーツリポーターとして取材に訪れた坂本彩香は、スタート地点の海辺で、緩やかに波打つ海面を見つめていた。水泳が好きだった。高校時代は、県大会で上位入賞も果たしたこともある。でも、全国、そしてその先の舞台には手が届かなかった。水泳の推薦枠での進学も叶わず、気がつけば、夢の終わりは、思っていたよりも静かに過ぎ去っていた。そんなことを思い出しながら、視線をふと動かした時だった。あの背中は、ウェットスーツをまとい、波打ち際で軽く肩を回す一人の男性。鍛えられた筋肉、リズムの整ったストレッチ、泳ぎ慣れた者だけが持つ落ち着き。まさか、水島先輩？高校の水泳部時代、ずっと背中を追いかけていた人。スピードも、フォームも、笑顔も、すべてが眩しかった。県の強化選手に選ばれ、期待されていたけれど、大学進学後に水泳を離れたと聞いていた。でも、こんな場所でまた出会うなんて。彩香さん、インタビューの準備、いいですか？カメラマンの声にハッとする。はい。慌ててマイクを握り直し、取材に集中しようとする。だけど、頭の片隅からあの姿が消えてくれない。取材エリアを巡る中、一般参加者リストに目を通した彩香は、ある名前を見つけて動きを止めた。水島陽介、個人参加。やっぱり、本当に先輩なんだ。そして、スタートの後方。選手たちは一斉に海に飛び込み、波間に消えていく。その中に、確かに水島先輩の姿があった。彼の泳ぎは変わっていなかった。しなやかで、無駄がなくて、美しい。波と調和するように、すっと、水を割っていくフォーム。思わず胸が熱くなった。私は、どれだけあの背中を見つめてきたんだろう。レース後、フィニッシュエリアで再会したのは偶然じゃない。彩香は無意識のうちに、彼がコールする時間を見計らってその場に立っていた。水島、先輩。振り向いたその瞳が、まっすぐ彼女を見た。彩香？やっぱり、そうだよな。最初、気のせいかと思ってたけど、まさかイラコで再会するなんて。汗と潮に濡れた額を、拭いながら、彼は懐かしそうに笑った。その笑顔は、昔のままだった。いや、むしろ大人びて、優しくなっていた。インタビュー、お願いできますか？今日のレースについて。あと、一般参加者として、あなた自身についても聞きたいです。彼は一瞬だけ驚いた顔をしたが、すぐに静かにうなずいた。水島は丁寧に言葉を選びながら、彩香の問いに答えてくれた。その真剣さが、胸に響いた。でも、カメラの前で少し緊張する水島の姿は、彩香には新鮮だった。すべての取材が終わり、録音機材もカメラも置いた後、二人は海岸沿いのベンチに並んで座った。先輩がトライアスロンに出てるなんて、本当にびっくりしました。水泳、続けてたんですね。うん。今はインストラクターやってる。子供たちに教えながら、自分のペースで泳いでるよ。だけど、それだけじゃ物足りなくてさ。新しいことに挑戦したくなって、トライアスロンを始めたんだ。もう、気がつけば3年目かな。新しいことに挑み続ける姿勢。やっぱり先輩は、ずっとかっこいい。すごいです。先輩の泳ぎ、今日もすごく綺麗でした。やっぱり、先輩は私の憧れです。ありがとう。彩香は、全国やオリンピックは考えなかったの？その問いに、彩香は少しだけ海を見つめた。その視線は、どこか遠い記憶をたどるようだった。行けるところまでは頑張ったけど、私には届きませんでした。でも、水泳は趣味で続けてます。今はこうして伝える側で、頑張ってます。伝える仕事も、結構面白いんですよ。言葉にしてみると、
不思議と心が軽くなった。過去の悔しさも彼に話せたことで潮風に溶けていくようだった。そっか、俺、あの頃彩香のことすごいって思ってたよ。小柄なのにフォームもブレなくて気持ちで押し切るタイプだったから。なんで声かけなかったんだろうな。もっと。不意に潮風が強く吹いた。彩香の髪が舞って彼の肩に触れた。声かけてくれてたら多分泣いてました。じゃあ今日声かけてよかった。でも今日は泣かれるとさすがに困るけど。先輩、そんな冗談も言うようになったんですね。水泳教室は子供や保護者とのコミュニケーションが命だから。微笑む彼の瞳が彩香の目を見つめる。ドッコンと胸が跳ねる。この潮風もさっきのコールも全部が新しいスタートのように感じられた。水島先輩。また会えますか？取材でも競技でもなくて、あなたのこともっと知りたいです。彼は少しだけ目を細めて笑った。いいよ。でもその代わり。何ですか？今度俺と一緒に泳いでくれる？彩香は返事をしなかった。できなかった。けれど頬にじんわりと赤みが差し、静かにうなずく気配は伝わった。午後の光がイラコの海にきらめいていた。夢は終わったはずだった。でも人生にはきっとこうしてまた始まるもう一つの物語がある。潮風の中、二人はゆっくりと新しい季節を歩き出していた。さて今回はですね、潮風のスタートラインという物語、これをちょっと掘り下げてみたいと思います。お願いします。テーマとしては過去の夢とか、現在の自分、それから未来への転機みたいなところでしょうか。そうですね。主人公はスポーツリポーターの坂本彩香21歳。彼女がトライアスロン大会を取材する中で、かつて水泳部で憧れてた先輩水島陽介と再会すると、この2人の物語がなんかこう考えさせられるんですよ。舞台が伊良湖のトライアスロン大会っていうのもなんかいいですよね。潮風がね。そうですね、雰囲気ありますよね。プロもアマチュアも一緒に出る活気のある大会で、そこでもともと水泳選手だった彩香が偶然過去にすごく関わりのあった人と会ってしまう。諦めたはずの夢が今の仕事とか人間関係にどう絡んでくるのか、そこが今回のポイントかなと思いますね。そうなんです。それで彩香なんですけど、高校時代水泳結構すごかったんですよね。県大会では上位。実力者だった。でも全国には届かなかった。それでスポーツ推薦っていう道もちょっとなくなっちゃったんですね。そのなんていうか過去を抱えながらリポーターとして今その現場にいるわけですよ。スタート前の海を見てると、ふと見覚えのある背中が目に入る。ウェットスーツ姿でストレッチしてる男性、それが水島先輩だったと。この再会シーングッときますね。いやー、しびれますよね。その時の彩香の気持ちを考えるとなんか複雑ですよね。夢を諦めて伝える側に回った彼女が、かつての目標であり憧れでもあった人のその挑戦する姿を目の前にするわけですからね。過去の情熱とか、もしかするとちょっとした悔しさみたいなものも蘇ってきたかもしれない。なるほど。あなたご自身もなんか昔の目標みたいなものがふとした瞬間に今の自分に影響を与えるなって感じることありませんか？ありますね、それは。で、さらに面白いのが、水島先輩も彩香が知ってた高校時代のスター選手っていう感じとはちょっと違ってるんですよね。大学で水泳から離れたって聞いてたはずなのに、今個人でトライアスロンに挑戦してる。これ彩香もってなったでしょうね。驚いたでしょうね。で、レース後のインタビューで彼が言うんですよね。インストラクターしながら自分のペースで泳いでるって。でもそれだけじゃなんか物足りなくて、新しいことに挑戦したくなったと。この言葉、単に競技に戻ってきたっていうのとはちょっと違う感じがしませんか？と言いますと、どういう？なんていうか、彼は水泳っていう道を一度極めたというか、経験した後一回離れてるわけじゃないですか。で、今は教える立場になって、その上でさらにトライアスロンっていう
水泳だけじゃない、もっと持久力とか精神力も問われる競技に挑んでる。なるほど。これって過去の栄光にしがみつくっていうんじゃなくて、経験をちゃんと糧にして新しい分野で自分を表現しようとしてる。なんか成熟した変化の形みたいに思えるんですよ。深いですね。人生のフェーズが変わる中で情熱の向け先も変わっていく、その一つの美しい形かなと。確かに、また始めたじゃなくて、あくまで新しい挑戦なんですね。そういうことだと思います。そして取材の後に2人が海岸のベンチで話すシーン、これもなんかいいですよね。彩香が先輩の泳ぎ、今日もすごく綺麗でした。やっぱり先輩は私の憧れですって素直に伝える。いいシーンですよね。グッときます。一方で水島先輩も、俺あの頃彩香のことをすごいって思ってたよって。そうそう。なんで声かけなかったんだろうな、もっとってちょっと後悔してる感じも出して。このやり取りにはなんていうか、時間が経ったからこそ言える本音とか、過去へのちょっと切ない思いみたいなものが詰まってる感じがしますよね。本当ですね。そして彩香が聞くんですよ。また会えますかって。確信の問いかけですね。それに対して水島先輩が、今度俺と一緒に泳いでくれるって返す。うわこれはもう単なる先輩と後輩っていうだけじゃない、なんか新しい関係が始まるぞっていう感じがしますよね。まさにそうですね。それが彼らにとっての新しいスタートラインを象徴しているのかもしれないですね。スタートライン。過去の憧れとか後悔とか、そういうものがこの現在の再会を経て未来への一歩、しかも一緒に踏み出す、そういうきっかけになる。物語全体を通して過去の経験って決して無駄じゃなくて、むしろ未来を豊かにする力があるんだっていうことを示唆しているように思いますね。なるほど。彩香にとっても水島にとっても、この再会は間違いなく大きな転機になったでしょうね。いや本当にそう思います。諦めた夢とか過ぎ去った時間が、なんか思わぬ形で今の自分を動かして未来への扉を開く、そんな可能性を感じさせてくれる物語でした。では最後にちょっと皆さんに問いかけてみたいんですけど、この物語みたいに皆さんの過去の経験とか、もしかしたら叶わなかった夢が今の自分とどこかでつながって、予期せぬ形で未来へのエネルギーになってるなって感じるようなことあったりしますか？そのつながりこそが、もしかしたら皆さん自身のまだ見ぬ新しいスタートラインなのかもしれませんよ。最後まで聞いていただきありがとうございます。彩香のプロフィールはこちらです。趣味は水泳。21歳のスポーツリポーターです。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。また、イラストデータをグッズサイト、すずりで配信しています。ぜひ、概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後に、この動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。